てってれー博士です。このチャンネルでは小説、アニメ、漫画、ドラマなどなど私が心を動かされたコンテンツをご紹介させていただきます。今回あらすじとその魅力を私の超個人的な見解とイラストにて語りまくるのは、同名の児童文学作品を原作とするストップモーションアニメ映画コララインとボタンの魔女。余談ですが、昔超勘違いしてココラインだと思ってました。この動画はあらすじ、キャラクター紹介、魅力ポイント、視聴済み前提の感想パート、作品詳細の5部構成です。概要欄から各パートへ飛べるので、ぜひご活用ください。また、ネタバレが含まれるパートの前には、改めて注意喚起をします。未視聴の方は各自、自衛をお願いします。ファーストカットは、針を寄せ集めた機械のような手が、女の子の人形をバラシ別の女の子へ作り変えている場面。不気味ながらもどこか引き込まれる雰囲気の中、その人形を窓から羽ばたかせて物語が始まります。ところ変わって、とあるアパートに親子3人家族が引っ越してきました。その一人娘こそが本作の主人公、コララインです。とても勝ち気で肝の据わった賢い子ですが、両親に構ってほしくてだるがらみをする微笑ましい子供らしさも見せてくれます。本作を見たことない方でも、この青い髪と黄色いレインコートといういでたちの少女に見覚えがあるかもしれませんね。さて、そんなコララインのもとに隣人から人形が届きました。それはファーストカットで登場した人形であり、しかもコララインと瓜二つです。彼女は不気味に思いつつも、あまり深くは考えないことにしました。そして仕事で忙しい両親が全く構ってくれないので、パパの勧めに乗って人形と共に新居を探検することに、少々の汚さや不便さがありつつも、レトロで可愛い子のアパート、ピンクパレスを模した外観と、築150年の古さが素敵な雰囲気を生んでいます。コララインは家中を歩き回る中で、壁紙に隠れた小さい扉を見つけました。ワクワクしながら扉を開けましたが、その向こうは残念ながらレンガの壁。ママもパパも遊んでくれない。扉の向こうもつまらない壁。ディナーはパパの作った美味しくないご飯。いろいろなことにがっかりしながら、コララインは眠りにつきますが、ネズミの鳴く声で彼女は目を覚まします。そしてまるでネズミに導かれるようにしてあの扉の元へ。扉を開けると、その先は昼間とはすっかり変わって、不思議なトンネルが続いていました。好奇心旺盛なコララインは何のためらいもなくトンネルを進みます。そうして行き着いたのは、なぜか入り口と同じ部屋。しかしそこは同じ世界ではありませんでした。海外しく世話を焼くママの作った美味しい料理、コララインのためにピアノを演奏するパパ、そして彼らについているボタンの目、愉快な機械仕掛けや可愛い自室、話すおもちゃなど、コララインに至れり尽くせりなこの世界に童心が惹かれますが、何でもお見通しなママの雰囲気にはどこか不気味さを感じます。なんだかんだでそのまま眠りにつき、翌朝目が覚めると、元いた世界に戻っていたコラライン。扉の先もレンガの壁に戻っていました。さてその日、コララインはアパートの住人の元を巡ることに。上階に住むボビンスキーはネズミを調教し、自身の高い身体能力と技術でサーカスを準備するエンターテイナーです。そんな彼と話していると、ネズミから伝言があると言い出します。それは小さい扉を通るなという忠告でした。ネズミから伝言だなんて、なんとも不思議ですよね。さてお次に訪ねたのは開花の住民エイプリルとミリアム。占い師である2人はその昔女優であったそうなハンジカという立地からか全体的に薄暗い部屋と色味ではありますが、カラフルで可愛らしい2人とお部屋です。加えて多くの犬を飼っており、壁には死んだ犬の剥製がびっしりという奇妙さ。そしてここでもコララインは不気味な忠告を受けます。お茶の葉占いをしてくれたエイプリル曰く、恐ろしい危険が迫っているとのこと。奇妙な気持ちになりながら、コララインが次に会ったのは大家の孫ワイビー。コララインにそっくりの人形を送った本人です。しかし彼曰く、その人形は大家であるおばあちゃんが大昔から持っていたものらしく、信じられない気持ちを抱えながら、コララインはワイビーに話を聞きます。彼が言うには、このアパートは子供には危ないのだそうな。その昔、ここに住んでいたおばあちゃん、彼女には双子の妹がいましたが、ある時ふと消えてしまったというのです。妹はさらわれたんだとおばあちゃんは言うそうですが、真相は闇の中。しかし、そんな度重なる忠告や不気味な話なんぞでは、コララインの好奇心は止まりません。その夜、彼女は再びネズミの鳴き声で目を覚まします。例のごとく扉まで導かれたコララインは、危機としてトンネルをくぐり抜け、向こうの世界でさらに不思議な体験をすることになりますが、
果たしてこの世界は何なのか、コララインそっくりの人形を作ったのは誰か、彼女に迫る危機とは、というお話です。まずご紹介するのは、主人公のコラライン。青い髪に黄色いレインコート、同色の長靴と色鮮やかなデザインです。そのパキッと具合と明るさは、彼女の内面もまた同じ。まず第一に目立つのは、可愛らしい生意気さでしょう。ああ言えばこういう跳ねっ返り具合。からかわれれば瞬時に倍にして言い返す瞬発力と火力の高さ。そして相手へ的確にダメージを与える言葉からは、感心するほどの賢さが伺えます。そして彼女の魅力は、何と言ってもその強さ。誰かいるのかと怪しんだ先に石を投げたり、どう考えても不思議な現象が起こっているトンネルに躊躇なく入ったり、旺盛な好奇心と度胸な度胸が織りなす彼女の大胆さは、見ていてとても気持ちが良いです。そして危機的状況でも、恐怖よりまず怒りが来るのも強さのゆえんで、たくさん見られるムッとしたお顔はとってもキュート。彼女の恐怖心の薄さは、視聴者に子供の頃を想起させ、懐かしい気持ちにさせてくれます。大量の虫を前にひるむことなく叩き潰したり、ひどいことをされれば相手が誰だろうとプンスカ怒り、とても落ち込むことがあっても、その時間は短く、覚悟を決めて立ち向かうコラライン。何にでも挑んでいく原稿ともに強い女子なのです。一方で、共働きの親に構って欲しがる様子からは、可愛い幼さが見えると同時に、切なさも思わせます。引っ越しによって友達とも離れ離れになってしまった彼女の孤独感や、両親に構って欲しくても相手にされない寂しさ、それらがあるからこそ、困難に立ち向かうコララインに対して、強さや賢さだけでなく、けなげさも感じるのでしょう。多くの人の心に残り続ける、とっても魅力的なヒロインです。そんな彼女の両親が、こちらのママとパパ、揃って園芸雑誌のライターであり、執筆活動に勤しんでいる2人。しかしあまり実を結んでいないようで、金銭的にも、時間的にも、そして精神的にも、余裕のなさを感じます。それにしたって、マスタードとケチャップのサンドイッチが昼食なんて、あんまりだと思いますね。ママは料理を嫌がりお皿洗いを担当しますが、パパの料理はというと、スライム状のものばかりでとても美味しそうには見えません。構ってほしくて執拗に話しかけるコララインに対しては、手の離せない仕事を抱えているため一人で遊ぶように促します。しかし決して愛情が見られないわけではありません。無視したり怒ったりせずきちんと対話をするし、食事も3人揃っていただくし、仕事が忙しく構ってあげられないことへの申し訳なさもあります。生活するために仕事は必要ですが、親である前に一人の人間、キャパシティには限度があり、仕事も子育てもどちらも完璧に、なんて、そうそうできるものではありません。十分に構ってはあげられないけれど、美味しい料理は作れないけれど、暖かいベッドや新しい制服を用意し、時にはサプライズなプレゼントもあげて、何よりコラライン本人にきちんと愛情が伝わっています。全く問題のない現状とは言いませんが、少なくとも親子関係はおおむね良好であり、むしろありふれた一家庭とも言えると思うのです。そういった一般性もまた共感されやすい要素なのかもしれませんね。お次にご紹介するのは、青く光る目が素敵すぎるこの黒猫。誰にも飼われてはいないとのことですが、野良というにはあまりに上品な立ち振る舞いをします。ドアの向こうの世界にたびたび立ち入り気ままに過ごす彼は、不思議な世界に戸惑うコララインの案内役を担ってくれる頼もしい存在。クレバーで、判断力も素晴らしく、向こうの世界では人語を話せるのも大助かりポイントです。さらには、自分も危険な状況でなお、コララインを心配するくらいに優しいイケ猫。彼氏になってほしい黒猫ナンバーワン。と言っても差し支えないでしょう。そしてこちらがラスボス、ボタンの魔女。まずは何と言ってもこのビジュアルですよね。大きな雲のような姿は恐ろしい魔女そのもので、何よりこの作品を象徴するボタンの目が、彼女の不気味さに拍車をかけています。あまり多くを語るとネタバレになるので、ここでは、アンパンマンにも命を吹き込んでいる戸田恵子さんが、魔女の吹き替えを担当しているのでたまに妙な気持ちになりました。とだけ述べておきましょう。さてここからは、ご近所さんについてご紹介します。まずはコララインたちが住むアパートの大家さんの孫、ワイビー。初対面からコララインをからかう様子からは、彼女と仲良くなりたい、という気持ちが見えます。同年代の子が周りにいなくて、寂しかったのかもしれません。気になることの距離の縮め方がわからず意地悪しちゃうのは、このお年頃あるあるですが、ダメだぞワイビー。初対面後も、コララインにストーカーと言われるほどつきまとい、挙句の果てに、彼女そっくりの人形をプレゼントしたのもワイビーです。どうにか指摘を引きたかったのでしょうが、聞けばその人形はおばあちゃんの持ち物だったそうで、意地悪するし、
人のものを勝手に持ち出すしで、ダメダメ、縄入り。しかし、人付き合いに慣れてなさそうな様子や、コララインとのやりとりが楽しそうに見えると、いじらしくも思えてきます。彼の勇気が垣間見えるシーンもあるので、ズバッと物を言うコララインと時を過ごせば、きっと立派に成長していくだろうな、と妄想が膨らみますね。さて、コララインたちの上階に住むのがこちら、ミスター B。ちゃんとした名前は、ボビンスキーです。大きい胴体に細長い獅子は特徴的なアンバランスさ。しかし身体能力はとても高く、軽業師のような身の振り方で、コララインや私たちをあっと驚かせます。飛びネズミを訓練してサーカス公演を目指す実力者で、ネズミたちと意思疎通ができるのもまたすごすぎポイント。彼らが公演するサーカス、ぜひ見てみたいですね。そしてコララインたちの下に住んでいるのは、こちらのマダムズ。まるっとしたご婦人がエイプリル、お胸が豊かなご婦人がミリアムです。カラフルな2人のクラスお部屋は同じくカラフルですが、半地下という立地ゆえに日差しが差し込まないからか、はたまた死んだ飼い犬たちを剥製にして飾っているからか、なんとなくどんよりとした雰囲気も。しかし元は女優であったらしい2人の掛け合いはコミカルで、古いタフィーやお茶の葉占いのカップなど、出てくるアイテムもまた可愛らしさ満載です。そして何より、血がつながっていなくても、職業が変わっても、こうして一緒に暮らしていること、素敵すぎると思いませんか？ここからは本作の魅力ポイントについてお話しします。まずは世界観の可愛らしさについて。奇妙ながらも魅力あふれた造形のキャラクターたち、レトロで可愛いピンクパレスアパート、特に扉の向こうは子供の夢が詰まったような世界で、虫のような光る家具に輝く花壇、コララインの顔がデザインされた底辺、そしてボタンの影が差す月、ミスター B のショーなんてもう最高にワクワクします。私が最も可愛いと思ったのはコロコロ変わる衣装です。黄色のレインコート、ボーダー柄と緑のタイツ、闇にきらめく星のセーター、水玉模様のパジャマ、サロペットから覗く緑の T シャツとピンクのタイツ、またカラフルな手袋やトンボのヘアピン、花柄トランク、扉の鍵にボールにタコのぬいぐるみなどなど、欲しくなるくらい魅力的なアイテムもたくさんある本作は、まるで輝くおもちゃ箱。あなたの中の子供心をくすぐること間違いなしです。そしてそんな魅力的なこの世界が、もしかしたら現実世界のどこかにあるかもしれない、なんて思わせるリアリティもまた魅力の一つ。アパートや庭園が私たち日本人に馴染み深いわけでも、登場人物たちが写実的なわけでもありません。しかしキャラクター紹介でも述べたように、ありふれた人間関係や自分にも覚えのある心の機微、それに伴うキャラの表情には大きな親近感を抱きます。またストップモーションアニメなので、実際に模型やフィギュアを作って撮影されています。現実にそこにあるものを映しているというそのリアルさが、私たち視聴者を作品の世界へ連れて行ってくれるのです。さて、ここからは視聴済みを前提に感想をお話しさせていただきます。未視聴の方はご注意ください。また概要欄から作品詳細へ飛べるので、そちらをぜひご活用いただければと思います。まずはコララインについて。強すぎませんかこの子。気の強さやアグレッシブさについてはキャラ紹介で前述したので、ここでは彼女と現実世界、そしてドアの向こうの世界との関係について語ります。現実世界は落ち着いた色味で、序盤はコララインの鮮やかさが目立つシーンが続きます。そんな異物感のある彼女の色彩がドアの向こうに行った途端に馴染むんですよね。そんな一連の描写からは、コララインが現実世界で感じている居心地の悪さと、向こうの世界へのしっくり感が伝わります。コララインがメンヘラ気味だったら、こここそが私の居場所だ、なんて思うかもしれません。ドアの向こうは、まさに理想の世界。ワクワクして、満たされて、全てがお膳立てされた、居心地の良い場所。しかしコララインが選んだのは、現実の世界です。ママとパパが忙しくて構ってくれなくても、友達と遠く離れて寂しくても、自分で問題を解決しなきゃいけない大変さがあっても、これまでの関係性や自分が向き合うべき現実を選んだコラライン。都合の良い世界の誘惑に流されず、現実の世界を選べるのが彼女の強さではないでしょうか。その選択を11歳という幼さでできる彼女には、尊敬の念でいっぱいです。さて、お次はボタンの魔女について、キャラ紹介では軽くしか触れていないので、まずはおさらいも込めて能力や性格についてお話しします。彼女は一区画といえど一つの世界を作り出す能力を持ち、しかも自我を持った人物をも生み出すというとんでもない力を持つ魔女。しかも、子供をそそのかしてさらう、悪い魔女でしたね。その力をいいことに使えばまたガラッと生き方が変わるだろうに、悪い魔女らしく性格も不道徳。まず、
彼女は不幸な子供を狙っているわけではないことです。一般的な家庭であっても、皆大なり小なり生活への不満はあるものでしょう。その不満につけ込んで、贅沢な世界へさらう狡猾さはまさに悪い魔女。子供が喜ぶ世界を作り上げるあのセンスは童心をよくわかってますが、何事も自分の思い通りにしようとする姿勢は毒親気質だと思います。跳ねっ返り娘なコララインとは、仮に一緒に暮らすことになっても、お互いイライラして相性悪そうですね。次に彼女についての考察ですが、何者なのかとか、どう生まれたのかとか、本当の目的はとか、そういうことにはあまり注目せずに、ボタンの魔女が救われる道について妄想させてください。彼女の目的について、ここでは素直に、黒猫の述べた食べたい説、愛したい説の両方を採用します。誰かを愛したい、けど食べないと生きられない、とすれば、まずはあの家から移動してもらいましょう。そして待遇の悪い養護施設にいる子や、虐待を受けているなど本当に不幸な子供たちを探し、その子たちを受け入れるのです。そうしてこの子たちの寿命が尽きるまで一緒に生き、死の間際にその命をいただく。そうすれば、不幸な子供は減り、魔女は愛と魂を得られます。食べるのは子供の魂じゃないとダメとか、目玉をボタンにしたらすぐ食べなきゃダメとか、あの場所からは離れられないとか、そういう設定があるならまた別ですが、ここまでお話ししましたが、私としては単純に子供の魂が食料で、あの世界は引っ掛けるための罠。子供たちとのやりとりは愛したいというよりゲーム的な暇つぶし、というように捉えています。愛したい、母親になりたい、なんて欲はそこまでないんじゃないかなと。だからこそ、コララインにゲームの取引条件として提示されたものについて、ずっと一緒にいてあげる。ではうなずかず、目をボタンにする。で合意したのかななんて。食べる条件が目をボタンにする。とかではないでしょうか。ここは明確な答えが描写されていない分、視聴者それぞれの解釈が楽しめますね。原作を読んでみると、また違う考察ができるかもしれません。ここまでのご視聴、ありがとうございます。さて改めまして、映画、コララインとボタンの魔女は、ニール・ゲイマン作の児童書を原作として2009年に、ヘンリー・セリックを監督と白イカ製作会社によって作られました。公開当時子供だった人たちで、大人になった今でも、思い出に残っている方は多いのではないでしょうか。もちろん本作が魅力的であり、あの魔女の怖さと、ボタンを目にするという強烈さによるところが多いかと思います。加えて、私はそこに、絵面の素晴らしさがあると思うのです。アメリカの映画監督、ヘンリー・セリックは、日本のイラストレーター、上杉忠弘に影響を受け、特に色使いにその特徴を大きく反映させたそうな、上杉さんは本作のコンセプトアートも担当しています。それゆえに、アメリカ制作でありながらも、日本人にもどこか馴染み深い印象を与えているのではないでしょうか。そして彼の作品もまた、当時のアメリカの挿絵文化に影響を受けているとのこと。つまり、アメリカ、日本、アメリカと一巡された感性のもと作られたのが、この映画、コララインとボタンの魔女、と言えるでしょう。また、ストップモーションアニメというのも特徴的。1秒24コマ、1コマで動かすパーツは20ほどだそうです。1人のアニメーターが1週間かけてやっと7秒分とのことで、この映画に膨大な時間や人手が費やされたことがよくわかります。実在するものを撮っているのでとてもリアルな質感を表現できますが、その一方あまりにリアルすぎると写実的になりアニメっぽくなくなるというジレンマ。その問題をキャラクターたちのデザインを非現実的にすることでバランスを取るという高度かつ技術的な解決をしたそうな。そんな隅々までこだわり尽くす情熱には敬服しかありません。さらには髪の毛の一本にまで動きがつけられており、その作業の繊細さはもはや強靭の域とも言えるでしょう。強靭的といえば、セットや小物すべてが手作りなこともまた驚き、背景、家具、衣装、キャラクター、これら全部がミニチュアのセットとして作られているのです。大きなものから小さなものまでそのすべてを作ったのも人の手。セットを動かし絶妙な表情から毛先の一本に至るまで動かしたのも人の手。暖炉の火など必要なイラストを何千何万枚と描いたのも人の手。もちろん CG などのデジタル技術も駆使しつつですが、できる限り人の手で作ることを大事にし制作された本作には、人間の狂気とも言えるほどのこだわりが詰まっています。デジタル技術が著しく発展し、様々な作業が人から機械に置き換わり、文字を打つだけでイラストもどきが出力される2026年現在、そんな時代にだからこそ、この作品が改めて目に焼き付き、心に染みます。また、辛い現実の逃避先とも捉えられるドアの向こうの世界は、SNS 社会とどこか似ていませんか？
目の前を流れるのは自分に合うようカスタマイズされた情報で、不快な情報は遮断し、嫌な人はブロックすれば済む SNS のお膳立て具合は、子供心を狙い撃ちする扉の向こうの世界と重なります。逃げ出す先があるがゆえに辛い現実から目を背けがちになり、立ち向かうことに臆病になり、時には立ち上がることさえも億劫になる現代病の一方で、弱い獣一にして現実世界を選んだコラライン。すでに成人した私ですが、見習いたいことがたくさんある、という旨を自戒を込めて述べておきます。このように、少なくとも2つの意味から、今見ることにも価値を感じる本作、それぞれの専門家が、愛と根気、そして自主性を持って作り上げたものですから、魅力的で、心惹かれるのはむしろ当然のことでしょう。大勢の人々のキラキラとした思いが、高濃度に、たくさん詰まったこの宝箱のような本作に、あなたもぜひ触れてみてください。ここまでのご視聴、ありがとうございました。このチャンネルでは、私が素敵だなと思った作品を紹介しています。この動画を気に入ってもらえたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。